はい、こんにちは。橋本忍です。今日は、たたらで作る牡蠣のアイデアについてやっていこう。そうしましょう。はい。ちょっとノープランです、今日は。はい。牡蠣を、花入れをね、作っていこうと思います。一輪挿し。で、じゃあ、どんな一輪挿しを作るかね、書いてみますかね。どんな一輪挿しがいいかな。どんな一輪挿しがいい？丸いの？四角いの？四角いの？四角いの？なるほど、組み立てていく感じね。でもこれはちょっと面白くないんで、これは別にアイデアなくてもね、やろうと思えば、だってできるでしょ。できるでしょ。じゃなくて、ちょっとこんなやり方もあるんだっていうアイデアを見せます。じゃあ例えばこういうね、こういう花入れを、はい、こんなの見えるかな？見えないね。まあいいや。こんな花入れをちょっと今描いてみたんで、これを作っていきます。好きなね、模様じゃないや、好きな形を絵に描いてしまいます。そしてそれを切り出します。ただここで今描いた形がこのまんまの形にはなんないんですけど、でもこれに近いね形ができて面白いと思います、ね。せっかくねたたらで作るんだからね、こうアシンメトリーな変わった形でいいと思うんですよ。じゃあこれを元に、牡蠣を作っていきます。よいしょ。そしたらこれ今5ミリ弱5ミリ弱の厚さに伸ばしてあります。ちょっとね間違って薄くしすぎちゃったかな。これをさっき描いた型紙の通りに切っていきます。今ねノープランでやってるから本当うまくいくかどうかちょっと分かんないねこれね。一応裏返しにしようかな。今ねこうやって切り抜いた粘土を2枚を貼り合わせて牡蠣にしていきます。割とざっくりやっちゃってるな。大丈夫かな。ちょっと口が細いかな。あとこういう風な形の牡蠣にするとして、ここら辺底でしょ。そこの分もちょっと取っておこうか。まあいいや、適当に。はい、切り抜けました。少し厚み戻ってきたな。これね今たたらキで伸ばしたので、たたらキで伸ばすとね、もうそれでそこそここうやってね水分取られるんで、硬さは出るんですよ。だからね多分すぐもう組み立てられる。もしこれまだ土が柔らかいようだったらこのまま寝かせておいて、ある程度硬さをね持たせてから組み立てていった方がいいですね。どうやって組み立てていこうかな。本当にノープランだ。理屈としてはこうやってこういうことだよね。これで腹が膨らめばいいわけですよ。そしたら揃えて、一応底平らな部分ないとダメだから、平らな部分底を作りますか。そこはどれぐらいかな。これ多分ねこの
平らな部分があった方が組み立てやすくなると思います。今僕の頭の中ではそういう風になってます。はい、ここ今ね、ここを切りました。そして例えばこうだよね。こうなってこうなっていけばいいんだよね。わかりますかね。こういう感じね。で全部つないでいけばカキになると。よし。お、なんか伸ばしたばっかりだけど板の調子がすごいちょうどいい硬さだね。どうしようかな。すごい適当。いいのかな。こんな適当で大丈夫かな。でも多分ちょっと有機的なラインなんで割とね適当でもなんとかなるような気がしています。あ、そっか、そこを少し閉じといた方が可愛いのかな。あんまりそこが広くてねどしっとしてると可愛くないかもしれないですね。まあ、感じとしてはねこういう感じだよね。でもねこれじゃあ全然花が入りません。さてどうやっていくか。どうやってやっていこうかな。今考えてます。あ、わかった。そしたらここである程度サイドを接着してしまいましょう。でこの口の部分は花を入れなくちゃいけないんでここは閉じないように何か挟んでおきます。これ挟んでおくかな。これか鉛筆ぐらい。まず口を作っちゃいます。まず口をそしてこの縁の部分ももう接着していきます。ちょっと針で傷をつけます。でこれは後から補強もね外側から補強を入れたり今しようと思ってるんで、まあざっくり内側がくっつく感じでざっくりやっていきます。ちょっとね本当思いつきでやってるんでこれ手順悪いですね。こうやって合わせる前にちゃんと傷つけとけばよかったね。こっちもこれか。よし、一周傷つけました。そしたらこれを合わせていきます。でそこだけはねまだ閉じないようにして縁を全部閉じちゃいます。よし、これで一応くっついたでしょ。大丈夫だよ。そしてはい、これで一応ね接着できました。そしたら今度ねこれを膨らます作業でね、でまだね粘土が動くので中に手を入れて、で外側ねこう閉じながら
閉じながら中に手を入れて形を作っていきます。こうしっかりねつまんでほどけてこないようにします。よいしょ。はい、だいぶくっつきました。こうね。そしたらこれをどんどん立体にしていきましょう。これ難しいな。まずはねこの縁がね汚くなってもいいのでしっかりくっつけたり伸ばしたりしながら、おお破けてきた。で角が尖ってるのをねなるべく丸めていく感じにした方がいいのかな。お、変な形になってきた。これはちょっと思った以上に時間かかりそうだな。失敗したな。今やるべきことじゃなかったかも。少しずつね腹を膨らましてやったりしながら形を整えて、でまだね、この後底を張ってからも形を整えていきます。だんだんそれっぽくなってまだだな。だから土台の方も一応ねちょっと傷つけておいてそこを接着しちゃいます。ね、そこが決まってしまえばあとね叩いたりそういうことができるので、はい、まずねこれでざっくり
ざっくり一応閉じて形に少しなってきました。そしたらどうしようかな。口を今のうちにもうちょっときれいにしといた方がいいかな。ちょっとねまだこれ口がねすごい厚みがボテっとあって見栄えが良くないです。そしたらねここからは叩いて形を整えていきます。このね接着面とかもねこう叩いてこうやっていくとね丸みも少しずつ出てくるので、あとちょっとここね今余計出っ張りすぎなのでこれ切っちゃおうかな。もうね所詮ね粘土遊びなんでね、粘土なんで多少切った貼ったしても大丈夫です。ほらだんだんそれっぽくなってきたねでここら辺ねちょっと見たくないんでここら辺もちょっとカットしたりします。おーっとっと、あやばいカットしすぎたカットしすぎた。ちょっとここ見たくなくなっちゃったな。まあいいや、後回しにしよう。こうやってね少しずつ形を整えていくとなぜかねちゃんと丸っこい形になってきます。ちょっと困ったなここ。どうしようかな。これね今ねちょっとまだ柔らかいんでもうちょいねこれ放置して硬くなったらここら辺のね見たくないところをまた補修土盛ったりなんだりしてね補修したらいいんだけど今あんまりできないんでねまだ柔らかいのであんまりねこう持ち上げたくない感じなんですよ、逆さまにとかね。なるべく今この成立の状態でできることを今のこの時間帯にやると。ちょっとね今あまりにもノープランでやりすぎてなんなんだろうまあでも多分これちゃんとこのまま丁寧に仕上げていけばそれなりの形にはなると思います。こんな感じでね、だいぶねそれっぽい形になってきました。で継ぎ目とかなんですけど、継ぎ目とかこういうね見たくないところがあるんでそういうところは一度ちょっと傷をつけたり削ったりしてそこに粘土を埋めていきます。ただこの作業もあんまり柔らかいうちにやるべき作業じゃなくてもうちょいね後が本当はいいかな。土塀にしようか。土塀でもいいかな。こうしたら見えやすいか。ちょっとね盛り足しとく
ちょっとこうやって盛り足しております。これ後でもうちょっと乾いたらまたゴムベラとかでねやっていってもいいし、あとこっちの深い傷のところは例えばここは一回えぐっちゃいます。こうやってねえぐっちゃって、えぐったところに粘土を足していきます。こう紐にしたのをえぐったところに埋めていきます。でこの時もあまり押し付けすぎるとねどんどんへっこんでっちゃうんで、ちょっと盛り上がっててもいいかなぐらいの感じで。で最終的にこれ全部なだらかにする時はこういう、残りの刃みたいなものを使ってね、で傷をつけて全体をスムーズにしていきます。で残りの刃で傷をねこうつけといて、で後からゴムベラとかできれいにすればもう分かんなくなるんで。とにかく叩いて少しずつ形を整えていく。でもね、最初の状態から比べればだいぶ膨らんだでしょ。今こうやって叩いてたらここから空気がポンポンって出てねなんか煙突みたいまあ、なるべくねこういうのは口がシャキッとしてるとね見栄えが良くなりますね。いやここ叩きたい叩きたい。銅で塗っちゃった。叩こう。まだまだちょっと持って作業する硬さじゃないな。とりあえずね余計なところはどんどん削っていくと。問題はちょっとへこみすぎちゃったとことかね。これどうしようかな。本当はねやっぱちゃんとへこみすぎないように徐々に叩いていけばねいいんだろうけど、あと形がちょっとこのくびれのところが無理があったのかな。そこら辺もね丁寧にちゃんとやっていけばこんなに苦労しないのかな。やっぱね最初からちゃんと出だしから丁寧にやっていかないとダメですね。なんでもただねこういう形はまあアシンメトリーでね有機的なラインなんでなんかまあいろいろやりようはあるんじゃないかなと思います。だんだんそれっぽくなってきた。まあ形はね今今回ね最初に絵描いた時点でこんなになっちゃったからこうしてるけど、別にどんな形でもただ慣れてくればその組み合わせてどうなるっていう形がね見えてくれば、その最初の下書きももしかしたらもっといい下書きができるかもしれないね。これちょっと口長いな。じゃあ思い切って切っちゃおう。どうしようかな。
花がこういくようにちょっとこっち向きに切っちゃおうかなね。これぐらいの方がいいかもしれない。最初にね鉛筆まで突っ込んでやったのは何だったんだって感じだけど、いいんじゃないですか。口がねこんぐらい広がってくると中に棒を突っ込んでね中から押し出すこともできるんで、この気になるところをちょっと押し出してみようかな。来た来た来た。だいぶいいんじゃないでしょうか。いやー、ほんと普段やらない仕事はちょっとね容量が悪いですね。どんどんここら辺もきれいにしていきます。ちょっと急ぎすぎだね。本当はもっと時間かけてというか土のね状態をいい状態の時間の中でどんどんやっていかなくちゃいけないんで、今は結構これもうどんどん工程を進めてるんでやっぱ無理があるかな。今こうやって持っててもやっぱへこんできちゃうんですね。もうちょっとね形が落ち着くまで保ってくれるまでもう 10分でもいいからね置いといた方がいいかもしれないね。である程度余分なところをそしたらまたここら辺もね叩いて丸みをつけてやると。でもし、傷が入っているようなところあればそこはちょっとえぐったりしてまた粘土を詰めてやったりします。これはね本当有機的なラインに作るんで多少土のムラとかあってもなんとかなると思います。手当ててるところがすごいだんだんへこんでってんのがわかるんだよね。で粘土くっつけるときはとりあえず盛り足しといて後からまた削るとか叩いて潰しちゃうとかすればいいと思います。すごい不思議だ。叩いてるだけでだんだん丸くなってくる。とりあえず一回放置します。ちょっとやっぱ進めすぎたんでちょっと数十分10分20分30分放置してそれからもうちょっと仕上げましょう。よし、そしたら10分20分ちょっと置いて持ちやすくなったのでちょっとね裏のあたりももうちょっとだけ叩きます。叩いて形を整える。こ
やってね細かく叩いてるとね、どっか叩けばどっかなんとなく出てくるなっていうのがだんだん分かってくるんで、それを見ながら細かく叩いていきます。よし、いいかな。どうでしょう。完成。こんな感じで。で、あとはまあこのまま焼いてもいいですし、ちょっと化粧を塗ってみますか。ついでだ。じゃあ化粧がけをしていってみましょう。最初のこれだから、ちょっとね首切っちゃったけどね、こんな感じ。割と近いんじゃないですかね。ね。化粧を塗っていきましょう。ここまでやるとちょっとなんか焼かないといけないような気になってきちゃったな。焼くのめんどくさいな。焼く？焼いてる場合じゃないよな。焼いてる場合じゃないな。こんなの作ってる場合でもないんだけど。ちょっと一応ね、もう乗りかかってしまった船なので、乗ってしまったのでやってみましょう。でこういうのは化粧もなんとなくちょっとテクスチャーをねつけるような感じでやった方がいいかもしれないですね。そんなに綺麗にね塗るよりはちょっとはけ目みたいなのがあった方が面白いかもしれないですね。で、多分僕もしこれを仕上げるとしたら化粧も2度塗りぐらいするかな。まずこうやってね下地みたいな感じで一応全体を白くして、で2度目3度目でそのテクスチャーをつけるために次は塗るって感じですね。はけ目みたいにそんな感じにすると思います。1回でねやってしまうとするとどうしても薄いところが出ちゃってね、土色がねちょっと出過ぎちゃってちょっと安っぽくなっちゃうんで、まずは下に化粧で全部一回白くしちゃいます。よし、白くなった。この先は想像してください。こんな感じでね、裏もこの後ねちゃんとこっちが持てるようになったら裏も塗るとして、こんな感じで花瓶を作ってみました。というわけで、じゃあこれで完成で、今日は、こうやってね適当に絵を描いて、こっちか適当に絵を描いてたたらを切り出して、貼り合わせて叩いてこういう立体にしていこうという、そんなアイデアのお話でした。はい。じゃあ今日はこんなところで終わろうと思います。はい、ありがとうございます。じゃあまた次の動画楽しみにしててください。バイバイ。